どうもきみまろです。今日は9月から10月に買ってよかったものを紹介いたします。この前7月8月の買ってよかったものを紹介したと思ったらもうね10月も終わろうとしてるんですよね。もう早い。隔月恒例でやっておりますこの買ってよかったものシリーズなんですけども、この9月10月もいろいろ買ってよかったものがありますので早速紹介していきたいと思います。買ってよかったもの、まず1つ目はこちら、海鮮ウェイパーですね。このウェイパーの赤い缶の方は見たことも使ったことある方も多いと思うんですけど、こちらの青い缶の海鮮ウェイパーは最近出たものなんですよね。こちらの赤缶の方は鶏骨とか豚骨ベースで本格的な中華の味わいを手軽に出すことができる万能調味料としてね大人気だったんですけど、こちらの青缶の方は新鮮なエビをベースにアサリ、昆布、オイスターとかそういった魚介の旨味たっぷりの万能調味料になっています。これ本当ね、チャーハンとかスープとか炒め物にちょっと使うだけで本格的で濃厚な海鮮料理の味になります。この前公開したのんびりナイトルーティンっていうね動画の中でも卵スープにこれを使うシーンがありましたが、お湯にねこれを溶くだけで本当に美味しくなります。あと個人的に気に入ってる使い方はチャーハンですね。このように多めの油で卵を炒めてネギとシーフードを加えて、そして海鮮ウェイパーを小さじ1程度加えて味をなじませて、で冷えたご飯を加えて炒め合わせると、もうこれだけでね激うま海鮮チャーハンの出来上がりです。こんな感じで少し加えるだけで本格海鮮料理になる海鮮ウェイパーを1つ目の買ってよかったものとして紹介させていただきたいと思います。最近まで取り扱い店も少なかったみたいなんですけども、最近ではお店の方でもよく見かけるようになってきましたし、あとねやっと Amazon でも買えるようになったので概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしければ確認してみてください。買ってよかったもの1つ目はこちらの海鮮ウェイパーでした。で買ってよかったもの2つ目は今のチャーハン炒めの動画に少しだけね映ったんですけども、こちらですね。北欧生まれの調理器具オメガビスペンです。オメガビスペンってあんまり聞いたことない調理器具ですよね。先ほどチャーハンを炒める時にも使っていましたが、こちらねご覧の通り調理器具にしては不思議な形をしています。先端がオメガのような形になっていて、スウェーデン語のかき混ぜ器という意味のビスペンが合わさってオメガビスペンだそうです。持つとねとても軽いんですけども、結構しっかりした強度があるので炒めたり混ぜたり潰したりすくったりといったねお玉やマッシャーのような使い方がこれ1本でできてしまいます。こちらさっきのね動画でも見ていただいたと思うんですけど、チャーハンを作る時めちゃめちゃ使いやすいと思いました。これで卵を溶く時にも使えますし、チャーハンを炒める時にお玉としても使えます。チャーハン作る時ってお玉の裏とかでお米を潰してお米を一粒一粒パラパラにするとね美味しくなるんですけど、このねオメガビスペンだとそのパラパラにするのがものすごい簡単にできます。強度のある輪っか状になってるので、これでこう潰していくとちょうどねお米の粒離れがめちゃめちゃいいんですよね。それでこのまま炒めることもできますので、チャーハンとか炒め物とかねそういったものにはねとても使いやすい調理器具だと思いました。これめっちゃ使いやすいです。この前のキッチンツアーでもうちにあるねいろんな調理器具を紹介しましたが、最近ねこういった調理器具をねいろいろ買い揃えるのが楽しくて、でまたね1個コレクションが増えました。とても実用的で使いやすいオメガビスペン、こちらが今回2つ目の買ってよかったものでございます。では続いて買ってよかったもの3つ目はこちらです。フェアリーウィルの電動歯ブラシです。これもこの前のナイトルーティン動画で一瞬だけ映ったんですが、視聴者さんからどこの歯ブラシですかというお問い合わせをね結構いただいたので、この場でね紹介してみたいと思います。ほんと一瞬しか映ってないんですけどね、皆さん細かいところまで見ていただいてねありがとうございます。こちらの電動歯ブラシは毎分4万回の微振動で歯を強力に磨いてくれます。スイッチを入れてみると分かりますかね。これ超微振動してるんですよ。分かりにくいんですけどかなり強力な微振動です。で基本的に操作はもうこのボタンだけで5つのモードが用意されています。ボタンを1回押すとこういう風にモードが切り替わります。で一番上がヤニとか黄ばみを落とすホワイトモードで、次がクリーンモードって普通の歯磨きのモードで、その次が優しく磨くセンシティブモードですね。でその次が歯に光沢を与えるポリッシュモードです。であと最後がマッサージモードですね。こういった感じで5つのモードが切り替えられる電動歯ブラシです。こちらご覧の通りコードレスで、ここに USB ケーブルを挿して4時間充電すると約30時間使えます。バッテリーの持ちもねかなりいいです。またスリムで携帯しやすいのでおすすめです。こちらの歯ブラシねめちゃめちゃ気に入ってます。ちなみに僕は歯磨き粉はねこちらのずっとマービスっていうねイタリアの歯磨き粉、これがねもう世界一美味しい歯磨き粉だと僕は思っていて、このシリーズを買っています。これギフトセットみたいなやつがあって、こんな感じでいろんな色いろんな味がね用意されています。1本でもっと大容量のものもあるんですけど、僕はねこのいろんな味を楽しみたいので、ちょっとずついろんな味が楽しめるギフトセットをよくね Amazon で購入して使っています。歯磨き粉はこちらで、
そんなわけで買ってよかったもの3つ目はこちらのフェアリーウィルの電動歯ブラシでございます。買ってよかったもの4つ目はこちらです。ダルトンのマグネティックソープホルダーです。これはインテリア雑貨とかを取り扱うダルトンで購入したものですが、石鹸ホルダーですね。こう石鹸って普通ソープディッシュに置いたりすると思うんですけど、ソープディッシュに置くとこのどうしてもね下の部分がぬめるじゃないですか。僕は洗顔剤はこういったねアクネソープという固形石鹸を使ってるんですけど、あの底面のぬめりをねどうにかしたいと思ってたところ、こちらのマグネティックソープホルダーというのを見つけまして、これがねそのぬめり発生を解決してくれました。使い方なんですけど、この先端部分がこういう風に取り外せて、ここが磁石になってるんですね、こういう風に。でこちらの金具の部分にはご覧の通りギザギザがついてるので、これを石鹸に押し込んで固定します。実際やってみますね。こうなってるので、ここのところにこういう風にギザギザを当ててぐーっとこう押し込んで、このように固定します。それでこちらの本体の部分、これ裏側が吸盤になってるので、これを浴室の鏡とかにね吸盤でつけて固定して、でここにこれをカチャッとこのように浮かして取り付けるんですね。でなので底面がソープディッシュにつくようなことがないので、底面がぬめらないとかね、この発想はなかったですね。ほんとこれのおかげで固形石鹸の底のぬめり問題がね完全に解決しました。これもダルトンの店舗でも買えますし、あと Amazon とかでも購入できますので、よろしければねこちらも概要欄にリンク貼っておきますので、よろしければご確認ください。ほんとこれはね使い勝手のに考えられたソープホルダーですよね。はい、買ってよかったもの4つ目はこちらのダルトンのマグネティックソープホルダーでした。続いて買ってよかったもの5つ目はこちらです。ナノバッグ。こちらはこの前のサコッシュの中身の動画でも紹介しましたが、大容量で超軽量でコンパクトなエコバッグです。これはね巾着の中にこういう風に入ってるんですけども、これを広げてみるとこのように結構な大容量です。容量は18リットルで 30kg まで耐えられます。しかもこのバッグ自体はね 20.7g と超軽量です。厚さも 0.05mm という薄さなので、折りたたみもとても簡単です。エコバッグって折りたたむ時に結構綺麗に折りたたまないとちゃんとねしまえなかったりするんですけども、このナノバッグはねとても薄いので、こんな感じに結構適当にぐしゃっと丸めてもこんな感じでね簡単にすぐにしまえるんですよね。このしまいやすさというところもねいいなと思っています。それでこの小袋に詰めればねこんな感じでかなりコンパクトにまとめられます。これがあればレジ袋も使わなくて済みます。前回紹介した時はこれどこでもね売り切れだったようで、なかなかね買えなかった方が多かったらしいんですけども、今見たら楽天とかではね取り扱いがあるようです。概要欄にこちらもリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。色もねいろんな色があります。はい、買ってよかったもの5つ目はこちらのナノバッグです。買ってよかったもの6つ目はこちら、アイマッサージャーのラルーナです。最近家にいることが増えたので、どうしてもスマホとかテレビとかプロジェクターの映像なんかを見る頻度が高くなってしまって、目の疲れを感じるようになってきたんですよね。であとねクマも若干出るようになってしまったので、目の血行を良くして疲れを取るためにもこちらを購入しました。これめちゃめちゃいいです。ご覧のようにゴーグルタイプになっていて、こちら側を目に当ててこのバンドで頭に固定して使うっていうね、ほんとゴーグルのように使うアイマッサージャーなんですけども、使い方も簡単で、ここに電源およびモードボタンがありまして、でこれを押すと電源が入って、今15と出ていますが15分間目をマッサージしてくれます。モードがエアーヒートって書いてますけど、ヒートっていうのは目を温める温感モードで、このエアーっていうのは圧力で目をマッサージしてくれる空気圧モードで、あとバイブレーションっていうのもあって、振動で目を優しく刺激してくれる振動モードってやつがありますね。この組み合わせで全部で5つのモードから選ぶことができます。今バイブレーションとエアーだけ、ヒートだけ、エアーとヒート、エアーとヒートとバイブレーション、このように3つのモードの組み合わせで目のマッサージをすることができます。でこの BGM、 これも実際つけてる時は結構小さい音でこの優しい音が聞こえます。あとね BGM の音量もこのように
3段階の音量調整と無音にすることもできます。あとパソコンとつなげることで MP3 を取り込んでそれをね再生することもできるそうです。でこちらこういう風に取り外せるねシートもついていて、これでね本体が汚れにくくなってるんですけど、エアーがどんな感じで動いてるかご覧いただければと。わかるかな。こういう風にねクッション部分が浮き沈みして根元からこめかみあたりをマッサージしてくれます。僕はこれを寝る前に使うんですけども、15分間マッサージすると目の周りがすっきりして目元のストレスも解消されてとてもねリラックスできるのですぐ寝つくことができます。あとねもうこれをつけてる時に寝落ちすることとかもありますね。でも15分間で自動的に切れてくれるので安心です。僕ねどうしても寝る前にプロジェクターでネットフリックスとかね見ちゃったりとか、あとはねよくないんですけどスマホを見てしまったりするので、見なきゃいいんですけどもねどうしてもねやめられなくて見てしまうので、そんな時にはねこちらを頼っています。これ本当に目に優しいです。目の疲れが気になる方はねよかったらこちらも試してみてください。はい、買ってよかったもの7つ目はこちらのラルーナのアイマッサージャーでした。買ってよかったもの7つ目はこちらです。 Kindle Paper White です。僕が購入したのは Wi-Fi モデルの 8GB の広告なしモデルを購入しました。 Kindle Paper White はご存知電子書籍リーディング端末ですね。これ僕ずっと買おうかどうか迷っていたんですけども、この前 Amazon プライムデーがあったと思うんですが、そこでねこの Kindle Paper White が大特価になっていて 15,980 円のところが 6,000 円引きの 9,980 円っていうね破格になっていたので、この機会に購入しました。いやほんとこれもっと早く買っとけばよかったなと思いました。今まで Kindle で購入した書籍はこういったね iPad で読むことが多かったんですけど、 iPad とか iPhone ってバックライト式なので自分の目に向かって光が照らされてる形になるので、やっぱりね目が疲れるんですよね。それに比べてこのKindle Paper White はバックライトではなくてフロントライト式なので文字の方を照らしてるので iPad みたいにね目に向かってライトが照らされないのでとても目に優しくてね目が疲れにくいです。暗いところでも目を刺激することなく読めるし、明るいところでも iPad のように画面に光が反射して読みにくくなるなんてこともなくてね、もうどんな環境でも読みやすいです。こちらあとね防水なのでお風呂の中で読むこともできます。見てください、わかりますかね。もう本物の本のような感じのね読み心地で文字もねくっきりしていて本当読みやすいです。でこれ薄さは8.18 ミリで1センチないんですよね。あとね重さも 182g とこの iPhone X と同じぐらいの重さですかね。本よりも軽いのでね手の負担も軽減されます。もちろん紙の書籍ではできない文字サイズの変更とかもできますし、気になったところにマーカーを引くハイライトっていう機能とかもついていて、このハイライトはね後からまとめて読むこともできます。あとね他の人がつけたハイライトをこちらで確認したりすることもできるので、他の人がねどこに線引いたかっていうので参照することとかもできます。もちろんねオフにすることもできます。あとわからない文字が出てきたら文字を選択してタップするだけで Wikipedia で調べたりすることもできます。そういったものは普通の本ではねできない電子書籍リーダーならではの機能だと思うので、活用していくとねより本を読むのが楽しくなると思います。本当ねめちゃめちゃ便利です。あと iPad とか iPhone で読書をしていると集中しているつもりでもついね LINE とかインスタとかね開いちゃったりするんですが、それに比べてこちらの Kindle Paper White は書籍を読むってことしかできないので集中して読書ができるっていうのもねいいところですよね。本当これのおかげで目も疲れず本も集中して読めるようになったので、いやほんともっと前に買っておけばよかったなと思います。はい、買ってよかったもの7つ目はこちらの Kindle Paper White でした。買ってよかったもの8つ目は今撮影しているこちらソニーのフルサイズミラーレスカメラ α7S3 です。いやねもうこれはさすがに買ってよかったものに入ってきちゃいますよね。この α7S3 はソニーの最新フルサイズカメラで動画撮影機としての技術を極限まで盛り込んだ素晴らしいカメラです。これがどれだけいいカメラで僕がどれだけこれに惚れ込んでるかっていうのはね先日の開封レビュー動画をご覧いただければと思います。ここで話し始めたら止まらなくなりそうなので概要欄に貼っておきますので、そちらの動画の方で詳しくはご覧いただければと思います。なのでサクッと紹介するだけにとどめさせていただきますが、買ってよかったもの8つ目はこちらの今撮影しているソニーの最新フルサイズミラーレスカメラの α7S3 でした。はい、以上9月から10月に買ってよかったもの8点紹介いたしました。紹介したアイテムは概要欄にリンクを貼っておきますので気になる方はチェックしてみてください。この動画の感想や何かわからないことなどあればぜひコメントの方もいただけると嬉しいです。この買ってよかったものシリーズはこれからも2ヶ月ごとにやっていきますので、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。過去に紹介したものも皆さん興味を持っていただくものが多かったので買ってよかったものの過去
コ動画の方もよろしければご覧いただければと思います。またもしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ほんとずっと寝てますよね。